にちは。今回は悪役令嬢転生おじさん第1話への視聴者の反応をご紹介します。このチャンネルでは最新アニメの視聴者の反応や感想をご紹介しています。みんなの解釈や考察を知るとアニメ視聴の楽しみが増えると思いますので、ぜひ最後までお楽しみください。すべてがエレガント。勝手に美しく振る舞えるのは便利すぎる。俺もこの年になってようやくビュッフェで取りすぎて腹パンにならないぐらいに節制できる自制心を持ったわ。このおっさん善人やな。おっさんええやつやな。っていうか異世界堪能しまくりだな。乙女ゲーム世界の便利なとこだな。衣服住トイレが現代日本水準にされてるの。ベルサイユ基準だときついもんね。俺がこの世界に行ったら箸をくれって言いそう。なかなかぶっ飛んでるな。アジア堂だから作画は安定してそうだな。1960から1980年あたりに生まれた人をターゲットにしたアニメだろうな。作者の前作が中年の漫画家が自分の若い頃にタイムリープする話。なんだよ、面白いじゃねえか。よし、今期トップが確定した。いや面白いじゃんこれ。つかみはバッチリ。今とこ今期一番面白い。海外配信あるならマツケンサンバが外人にバレてしまうな。本家松検定生あるのに使っちゃっていいのかよ。井上和彦70歳、松平健71歳、上様だそうぜ。アニメ主人公経験あるし、上様役で出れば次戦で放送してくれるな。マツケンサンバに全部持っていかれたわ。これ毎週エンディング変わるのかな。毎週変わるエンディングだとエンディング映像にそんな力入れられないし、ずっとマツケンサンバじゃないか。普通に良かったわ。次回も見る。女向けなろうで初めて普通に感想できそう。おもろそうやん。女向けではないんちゃうか。作者的にも掲載雑誌的にも。ダメだこりゃ、次回も見ることになりそうだ。まるでベテラン漫画家が作ったような安心感のある話だよね。原作者もベテランならアニメもベテランが作ってそうな安定感。上山道郎さん、ピクシブ創世期の頃から15年以上も時代に合わせたアニパロを描いてるのは素直に尊敬する。漫画版ゾイドはアニメと比べてオリジナル要素が多かったような。俺は津田沼格闘街から入ってドラえもんのパロ絵で心奪われた。他の絵師が描かない思いつきもしないコラボパロ描くから好き。マドカマギカにクリーミーマミをコラボさせる絵を描くのはこの作者だけだと思う。最新アニメ作品に昭和アニメをパロディした絵を描ける引き出しがすごい。島本和彦かこの人くらいですよ。よりもいもあるのポイント高い。これはダークホースや視聴継続。とりあえず安心して見れそうな新作アニメでよかった。和彦採用。マツケンサンバおばばそうにあからさますぎる。今期暫定1位だな。姫様拷問と同じで高水準で安定しそうな作品。面白かった。でも今の50代はあんなおじさんズンとしていないよな。このアニメ作った人絶対頭おかしい。褒め言葉。作者は長期連載だった妻ヌダ格闘術の後2本続けて連載が短期で終わってしまったので、危機感を覚えて当時ハマってたなろう系が読み漁って研究して作ったのがこの話。最初は X に投稿したところ人気が出て雑誌連載アニメ化という流れ。これは今期派遣候補だな。ほとんど死んでいる3エンドカード異世界おじさんつながりで支援化。エンドカードの後に予告って妙な構成だな。今のところ異世界作品では面白い部類ではある。1話で原作には消費ペースかな。おじさんになるとなぜかダジャレを思いつく&言いたくなるよね。本当になんでなんだろう。年を取ると脳にストッパーが効かなくなるらしい。前頭前野が萎縮するからね。いわゆる我慢とか辛抱ができなくなる。これおもろいな。完成度かなり高い。いちいちおじさんのうんちくが出てくるだけで見飽きた悪役令嬢ものがこんなに面白いなんて。思った以上におじさん出番めっちゃあるな。エンディングがこれかよ。なんか妙にリアリティある役所窓口の描写と思ったらいきなりマツケンサンバかよ。マツケンサンバかしそのまんまかよ。うんざりするほど転生とかなろうばかりの今期だけど、これはギャグ色強めで飽きずに見られた。
井上和彦がこんなに喋るアニメも今では貴重だしな。エンディングがマツケンサンバだぜ。いろんな意味でヤバいアニメだった。誰向けのアニメなのか。エンディングなんだこれ。言われてみればそこまで違和感ないかもしれないが、このチョイスよ。作者の意向強い。今さら気づいたけど魔王の歌好きだわ。もっと歌うべき。上様も貴族みたいなものか。なかなか強烈なの来たな。誰だよ。エンディングを待つ剣三馬2で行きましょうと提案して採用したアホは。いやもう本編もいいのにエンディングがマツケンサンバ2なのがもう。どうせなら今年のアニメのサマーライブで松平健さんとやってほしいですね。兄様で井上和彦と松平健のマツケンサンバダ2やる可能性が生まれてしまった。パリピ孔明の気分上々もそうだったけど、平成の頃の曲エンディングにするの流行ってんの。エレガントチートもすごいんだけど、そもそも健三郎が人としてできてるからな。美味しく食べてお礼を言う。それができない大人もいるもん。それか情報量でしたが、何もかも面白かったですね。初回で今期派遣確信した。アニメ化したら良いなぁと思ってたけど、こんなに最高になるとは思わなかったなぁ。やったぜ。ありそうでなかった悪役令嬢の中身がおじさんという異世界転生もの。健三郎にオタク知識があることでストレスなく物語が進むので見やすいし、意図せず出る親目線の発言や優雅変換、エレガントチートも面白かったです。あとエンディングにマツケンサンバ2は不意打ちすぎ。転生おじさん見たわらわら、めちゃくちゃチートすぎわらわら。50年培ったおじさんスキルが自動でご令嬢作法に変わるとからくすぎやろ笑い。エンディングのマツケンサンバはマジでびっくり笑い。井上さんと真央さんのカバーとか豪華すぎやろ。来週も楽しみ。おじさん、悪役令嬢になる。悪役というタイトルとは裏腹にコメディタッチの優しい世界で好き。中身おじさんなのに教科書を手に快適とニコニコしてるグレイス様が可愛い。悪役令嬢らしく振る舞おうとするたびにアンナの好感度がアップするのおかしい。原作未読ですが洋風な世界観の中に日本のおじさんリーマン、中身が主役という異質な組み合わせが不思議とほのぼので、これまた見れる作りになってるなぁと。つかみは上々ですね。上山先生、視聴は継続します。昔のコロコロ作家とかメディアミックス漫画が面白かった記憶があるけど、これは近年流行りの悪役令嬢ものの暴走ギャグメディアミックス作品に感じられる。しかもオリジナルだからメーカーに怒られないやつ。いくらなんでもマツケンサンバって話題先行すぎんか。2期とか考えてない。あくまでコメディ主戦なの。話数考えりゃ絶対シリアス路線あるはずだし、とにかく目は離せない作品にはなったか。30分あっという間だった。中身がガチのおじさんで、悪役令嬢っぽくないお人よしのお嬢様になってしまってるのは笑う。前世の記憶を生かし、転生先の世界で無双というのはよくあるが、こんな形での活躍なんてあるか。恋愛対象のイケメンが多いようだが、ここから恋愛に入るのかというのが興味深い。笑い。最近流行りの悪役令嬢とおじさん転生のコンボ。枯れたおじさんゆえの余裕やテンポ、ちょっとずれたところがアニメでも面白かったです。声が良いのが余計に笑える。マツケンサンバ2だったり、エンドカードが異世界おじさんだったり、いろいろと凝ってますね。笑い。最近氾濫しつつある悪役令嬢アニメだけど、悪役令嬢に転生してしまったおじさんという一発ネタ設定でどう話を展開していくのか、逆に興味を惹かれてしまったので、これは完全に作者の術中。笑い。おじさんが井上和彦さんなのもずるすぎなのです。笑い。リビングで乙女芸をする着物座った娘が出てくるのは良い演出だと思う。おじさんが何でも知っているというのは、今後どんな試練を呼び寄せるか。優美なグレイスをもっと追い詰めてほしい気もします。予告では何かが起こりそうです。楽しみだ。最後まで見てくれてありがとうなのだ。なので高評価が欲しいのだ。感想コメントも欲しいのだ。チャンネル登録してくれると嬉しいのだ。お願いするのだ。